電話で緊張しない方法を紹介します。もっと自然な日本語を話したいです。どうしたら自然な日本語を話せますか？ぜひ教えてください。おすすめの方法を3つシェアしたいと思います。最近作った料理は何ですか？ぜひ教えてもらえますか？材料はうどんの麺と冷蔵庫の中にある野菜を適当に使います。今日は電話についてお話しします。電話が苦手？電話のいいところ、仕事で使う電話の日本語、この3つについてお話しします。そして後半にはリスナーさんのお手紙を紹介するお便りコーナーがあります。最近作った料理、自然な日本語を話せるようになるにはについてお答えしています。皆さんの好きなところから聞いてみてください。皆さんこんにちは。ほのぼの日本語ポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のこと、日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。ぜひ皆さんのリスニングやシャドーイング、日本語の勉強に役立てていただけたら嬉しいです。それからオンラインで日本語のレッスンもやっております。もっと日本語を話せるようになりたい。将来日本で生活してみたい。そんな風に思っている方は動画の説明欄に日本語レッスンの案内がありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。さて、早速今日のお話をしていきます。今日は電話についてお話しします。皆さんは電話は好きですか？電話をよくしますか？最後に電話をしたのっていつですか？最近電話が苦手という人が増えています。とある調査によると約 60% の人が電話が苦手と感じているそうです。特に20代から30代の若い世代では 70% 以上の人が電話が苦手と感じているそうです。また社会人になって苦手だと感じる仕事ナンバーワンが電話対応なんだそうです。電話対応っていうのは電話に出ること、電話をかけることです。で、どうしてこんなに電話が苦手な人が増えたと思いますか？電話が苦手な人が増えた理由の一つとして考えられるのは、そもそも電話をする機会、電話をすること自体が減ったからなのではないかと思います。日本の有名な通信会社 NTT ドコモさんのデータを一緒に見てみましょうか。友達と日常会話をするときに一番よく使う連絡の方法を調べたデータです。2014年ではテキストが 58% で通話が 33.4% でした。ですが2025年にはテキストが 76.5% に増えて通話は 14.1% に減りました。通話っていうのは電話のことです。10年くらいで電話をする人が、本当に減ったということですね。最近の連絡手段ってメッセージアプリとか SNS でのテキストでの連絡が当たり前ですよね。だからそもそも電話をする機会が少なくなっていて、電話に慣れていないから電話が苦手な人が多いんじゃないかと思います。で、面白いのは60歳以上の人は電話をするのが苦手な人は少ないそうです。マーケティングリサーチ会社のクロスマーケティングの調査によると20代から40代の人は電話が苦手と答える割合が多かったのに対して60代の人では電話が苦手と答えた人は、他の
年齢の人と比べてとても低くて 10% 以下でした。私の母も60代なのですが、私が母にお母さん電話苦手って聞いたら、全然大丈夫と言っていました。私はこの結果を見た時に、なんで60代の人は、電話が苦手ではない人が多いんだろうと、ちょっと不思議に思いました。なのでちょっと調べてみました。皆さんは日本で電子メールが初めて使われた時っていつだか知っていますか？私は今回このお話をする時にちょっと調べて初めて知ったんですけど、日本で電子メールが初めて使われたのは、1979年です。ね、今から何年前でしょうか。25、50年前、50年いかないくらい前ですよね。でもその頃ってまだ一部の人だけが使っていて、一般の人が使うようになるのはもっと後のことでした。だから今60代の人が10代20代の頃って、友達と連絡をする方法といえばほとんどが家の固定電話でした。なので友達に電話をすると、友達じゃない人が出る可能性があって、お父さんやお母さんが電話に出ることもよくありました。だから〇〇ですが、〇〇さんいらっしゃいますかと敬語で話したり、相手のお父さんとかお母さんと話すことも日常の一部だったそうです。つまり今の60代以上の人たちっていうのは若い頃から電話を使うことに自然と慣れていたから、電話が苦手ではない世代なんでしょうね。で、一方で今の40代50代の人が10代20代になった時ってインターネットとか携帯電話が普及し始めた時です。広がり始めた時です。メールで連絡することが増えて、電話の前にまずは文章で連絡するというスタイルが少しずつ当たり前になってきた世代だと思います。もちろんこれは私の考えですが、この違い、若い頃によく使っていた連絡の方法が電話だったのか、それともメールだったのかで、電話への苦手意識が変わっているんじゃないかなと思いました。簡単に言っちゃえば、電話に慣れているか慣れていないかの差ですね。はい。で、かくいう私も電話がとても苦手です。仲のいい友達とか家族だったら大丈夫なんですけど、仕事でする電話っていうのはとても苦手でした。会社で働いていた時に電話の音がトゥルルルルって鳴るたびに心臓がドキドキしていましたね。Google の検索でも電話嫌いとか電話苦手とか電話ストレスという言葉がたくさん出てきます。電話が苦手という人が本当に、多いんだなと思いました。そんな苦手意識を持ちやすい電話ですが、電話にはとてもいいところがあります。いくつか電話のいいところ、いい効果を紹介していこうと思います。まず一つ目はリラックス効果とストレスが減る効果です。皆さんはオキシトシンって聞いたことがありますか？オキシトシンっていうのは、幸せホルモンの一つですよね。愛情ホルモンとも呼ばれています。ハッピーホルモンですね。オキシトシンが私たちの脳の中で出ると心がほっとして安心したりストレスが減ったりします。このオキシトシンってハグとかスキンシップとか、あとは
ペットとかの触れ合いで出ると言われています。ワンちゃんとか猫ちゃんと触れ合うととっても幸せな気持ちになりますよね。で、実はこのオキシトシン、電話でも出すことができるんですね。信頼している人とか大好きな人の声を電話で聞くことでオキシトシンを出すことができるんです。ただの文字のテキストだけのメッセージではこのオキシトシンは、あまり出ません。だから声を聞くことが大切なんですね。さらに電話を出すときにもっとオキシトシンを出す方法があります。それは柔らかいものをぎゅっと抱きしめることです。電話をしながら、例えば抱き枕とか、クッションとかぬいぐるみとか、そういう柔らかいものを抱きしめながら声を聞くと、電話をしている相手を抱きしめているような気持ちになるから、オキシトシンがハッピーホルモンがもっともっとたくさん出てリラックスができて幸せを感じることができるんだそうです。ね、いいですよね。なんか思い出しました。なんかありましたね。心理学の実験で、心理学者のハーローさんっていう方がやった猿とタオルの実験がありますよね。ご存知でしょうか。ね、針金でできた母親の猿と布でできた母親猿、赤ちゃんの猿はどっちをもっと好きかみたいな実験ですね。どっちの針金のお母さんか布でできたお母さん、赤ちゃんの猿はどっちとより長く一緒にいるかみたいな実験がありますよね。で、結果は赤ちゃんの猿は布でできたお母さんといる時間が多かったんですね。その実験からもわかるように、柔らかいものってとても安心感をくれるものなんでしょうね。はい。だからもし最近ストレスが溜まってるなとか、ちょっとリラックスしたいなと思ったら、お気に入りのクッションとかぬいぐるみとか、ペットを抱きしめながら信頼できる人とか好きな人に電話をしてみるといいかもしれませんね。はい、続いて電話の効果2つ目は孤独感を減らす効果です。孤独感っていうのは寂しい気持ちのことですね。2021年にアメリカの有名な医学の雑誌で発表された面白い研究があります。研究チームは240人の人を集めて2つのグループに分けました。グループ A は1ヶ月間ボランティアの人と電話で話をするグループで、グループ B は電話をしないでいつも通り過ごすグループです。この結果どうなったと思いますか？グループ A、グループ B、どっちの方が孤独感が減ったと思いますか？ね、これはとても予測しやすい実験だと思います。ね、そうですよね。もちろんグループ A の方です。電話をしていないグループ B と比べて、電話でボランティアさんとお話をしたグループ A の方が寂しいと感じる気持ち、孤独感が、平均で 20% 下がりました。ポイントは1回の電話の時間は長くなくてよかったというところです。10分ほどの電話だったそうです。孤独感を減らすのに長い時間、長時間、1時間も2時間も3時間も電話で話す必要はないということです。たったの10分で孤独感が 20% も減るんですね。確かになんか寂しいなという時に、電話をして人の声を聞くと、テキストだけのメッセージの時よりもとても温かい気持ちになれますよね。はい。
どうでしょうか。こんな風に電話のいいところ、電話の効果を知ると、なんだか誰かに電話してみようかなという気持ちになってきませんか？もちろん仕事の電話と、プライベート、日常の電話は緊張感が違うとは思います。私と同じように友達とか家族は全然大丈夫だけど、仕事の電話はやっぱり苦手という人もいるとは思います。そこで次は仕事の電話の時によく使う日本語と、電話で緊張しないためのコツについてお話ししようと思います。まず仕事の電話の時によく使う日本語ですが、今日は4つ紹介します。1つ目はお電話ありがとうございますです。お電話ありがとうございますは電話に出る時に使う言葉です。リリリリリリリガチャ、お電話ありがとうございます。ほのぼの会社のほのかでございます。こんな風に使います。はい。で、反対に自分から電話をかけるときは、いつもお世話になっておりますと言います。ピッポパッポトゥルートゥルー。いつもお世話になっております。ほのぼの会社のほのかと申します。〇〇さんはいらっしゃいますか？とこんな風に言います。ちなみに皆さんがよく聞いたことのある電話の日本語はもしもしではないでしょうか。もしもし。ドラマやアニメとかで1回は聞いたことがあるかもしれません。もしもし。電話をする時の初めの言葉ですね。トゥルートゥルー。もしもし、〇〇だけど元気みたいな感じで使います。はい。で、このもしもしなんですが、仕事では使ってはいけません。仕事で使うのはあまりよくありません。絶対に使ってはダメということではないんですけど、日本の仕事のマナー、ビジネスマナーでは使わない決まりになっています。なので仕事で電話をするときはもしもしではなくて、さっき言ったようにお電話ありがとうございますやいつもお世話になっておりますを使います。で、ここでちょっとお話が変わりますが、そもそももしもしってどういう意味なのと思っている方いらっしゃるのではないでしょうか。もしもしってどういう意味なんでしょうか。実はもしもしの由来は日本の申すという言葉です。申すは言いますのとても丁寧な言い方ですよね。この申し申し言いますよ言いますよという言葉が短くなってもしもしになりました。申し申しがもしもしに短くなりました。今から100年以上前のことですが、明治時代1890年頃に日本で初めて電話ができた時で、今のように相手に直接電話をかけることはできませんでした。その時は電話をかける人と電話を受ける人の間に電話交換手という人がいました。そういう仕事がありました。電話交換手という仕事がありました。だから電話をするときはまずその電話交換手さんに電話をして〇〇さんにつないでくださいとお願いする仕組みでした。この職業とても面白いですよね。今はそんな職業がないからね、面白いと思います。で、電話が始まったばかりの頃ってみんなが電話に向かっておいおいと呼びかけていたそうです。おいおいでもおいおいってちょっと乱暴な言葉ですよね。おいっていうのはちょっとヤンキーみたいでちょっと乱暴な
言葉ですよね。で、乱暴な言葉ですから、電話をつなぐ交換手さんたちがこれからお話ししますよ、申し上げますよという意味で、おいおいは乱暴だから丁寧な申し申しを言い始めたんだそうです。で、その申し申しがだんだん短くなって一般の人が使うようになってもしもしになりました。面白いと思いませんか？もしもし、とても簡単な言葉だけど、そういう歴史があるって知ったら、もしもしがとても深い言葉に思えてきますよね。これから電話をするときにもしもしって言ったら、あ、これって歴史があるねみたいな、ちょっといちいち感傷に浸りそうな気がします。はい。で、話を戻しまして、仕事でよく使う日本語の2つ目は少々お待ちくださいです。少々お待ちください。これは電話の途中で確認をするときとか、他の人に電話を代わるときに使う言葉です。皆さんも日本語の教科書でちょっと待ってくださいという言葉を習ったかもしれません。でも仕事の電話でちょっと待ってくださいというのは少しカジュアルすぎます。なので仕事では少々お待ちくださいと言います。3つ目はお電話が遠いようですがです。これは電話の相手の声が小さくて聞こえにくい時に使う言葉です。電話をしていて相手の声が聞こえない時に、声が小さくて聞こえませんとか、もっと大きな声で話してくださいというのは少し失礼な印象があります。なので仕事の電話では、あなたの声は小さいよと言う代わりに、お電話が遠いみたいですというふうに表現します。はい。最後4つ目は、それでは失礼いたしますです。これは電話を切るときに使う言葉ですね。友達や家族との電話だったら、じゃあねとか、バイバイとか、またねでも大丈夫なんですけど、仕事の電話では失礼いたしますと言います。失礼いたしますと言った後は、相手が先に電話を切るのを確認してから自分も静かに受話器を置きます。さて、電話でよく使う日本語、まとめると、出る時のお電話ありがとうございます。かける時のいつもお世話になっております。聞こえにくい時のお電話が遠いようですが、切る時のそれでは失礼いたします。この4つですね。わかりましたでしょうか？はい。ぜひ日本語で電話をするときに使ってみてくださいね。ちなみに電話の印象は最初の30秒で決まると言われています。最初の30秒の印象が良くないと、その後にどれだけいいお話をしても、相手の心に届かなくなってしまうそうです。なので電話の最初30秒だけでいいから、明るくゆっくり丁寧に話すといいそうです。よく自分のデスクに鏡を置いて、鏡に映った自分を見ながら電話をする人もいますよね。鏡を見て笑顔を作りながら喋ることで明るい声のトーンになるから、鏡を見ながら話すっていうのもとてもいい方法ですよね。最後は電話で緊張しないコツをお伝えします。さっきも言ったように、私は電話がとても苦手でした。今もちょっと苦手です。特に仕事をする時の電話では本当にいつも緊張していました。私が会社員の時に見つけた
電話で緊張しない方法を紹介します。とても簡単な方法ですし、すでにやっている人もいるとは思います。電話で緊張しないコツ、それはゆっくり話すことです。人って緊張すると無意識に早口になります。そうすると頭がパニックになってもっともっと焦ってしまいますよね。だから普段より少し遅いかな、遅すぎるかなと感じるくらいのスピードで話すといいです。そうすると自然と呼吸もゆっくりになるから心臓のドキドキも落ち着いてきて声も安定してきます。行動で感情をコントロールするイメージですね。私が会社で働いていた時にお客さんの一人にとっても本当にゆっくり話す人がいました。最初はすごくゆっくりだったので、なんでこの人はこんなにゆっくり話すんだろうって思っていたんですけど、なんかその人と何度も電話をしているうちに、その人との電話の時間がとても落ち着いていてリラックスしていることに気がつきました。それは私にとってもお客さんにとってもとても安心感のある、電話の時間でした。中にはそんなにゆっくり話すなよ、もっと早く話しなよと言う人もいるとは思います。だけど早く話してミスしちゃうよりはゆっくり話してミスがない方がいいですよね。ゆっくりしてて嫌だって最初はもしかしたら思われてしまうかもしれないけど、そのゆっくりなペースに相手に慣れてもらうことですね。はい。自分が焦って早くしなきゃって言って喋ってミスをするよりも失敗をするよりも落ち着いてゆっくり話して、安心して話す方がいいんじゃないかなと私は思いました。はい、というわけで今日は、電話をテーマに電話が苦手な人が増えている理由や電話のいい効果、そして電話の日本語などについてお話ししました。皆さんはテキスト、メッセージ派ですか？それとも電話派ですか？ぜひコメントで教えてください。はい。考えてみると、今は電話をするのがとてもやりやすくなりましたよね。昔より簡単になりましたよね。昔は LINE 電話とかネットでの電話はなかったので電話料金がかかりましたよね。電話をするのにお金が必要でしたよね。ですが今は LINE 電話とかそういう無料のアプリがあるから気軽に電話がしやすくなった時代だと思っています。電話をするのは緊張するとかそういう方も多いとは思いますが、今日お話ししたように電話にはとてもいい効果もありますから、ぜひまずは、安心できる友達や家族やパートナーと、軽い電話を短くてもいいからしてみるといいのかもしれませんね。その時はぜひお気に入りのクッションとかぬいぐるみとか柔らかいものをぎゅっと抱きしめながら電話をしてみてください。はい、ここからは皆さんの質問、疑問、お悩み、最近あった良かったことなどを紹介するお便りコーナーです。まず一つ目のお便りは張さんからです。ほのかさん、こんにちは。いつも楽しく動画を見ています。私はほのかさんのたまにある料理の動画が大好きで、新しい動画が出されるのをいつも楽しみにしています。ほのかさんのインスタグラムでも料理の写真があっていつも美味しそうです。動画や写真を見ると私も日本の料理がもっと好きになりますし、自分も作ってみたくなります。
質問なのですが、ほのかさんが最近作った料理は何ですか？ぜひ教えてもらえますか？これからも応援しています。はい、張さん、お便りありがとうございます。そう言ってもらえて本当に嬉しいです。そうなんですよ。私は時々インスタグラムのストーリーに、料理の写真をアップ投稿しています。もしよかったら皆さんも見に来てくださいね。はい。さて、私が最近作った料理は焼きうどんです。とっても簡単な料理です。最近私の妹が風邪をひいたので、何を食べたいって聞いたら、焼きうどんと言われました。なので焼きうどんを作りました。風邪をひいた時に食べる食べ物といったら、皆さんは何ですか？日本だとだいたいおかゆとか、ただの茹でたうどんとか、すりおろしたりんごとか、そういう消化にいい食べ物を食べることが多いですね。ですが今回はただのうどんじゃなくて焼きうどんです。焼きうどんは名前の通り焼いたうどんのことです。材料はうどんの麺と冷蔵庫の中にある野菜を適当に使います。今回は人参、玉ねぎ、キャベツを使いました。お肉を入れても美味しいんですけど、お肉は消化しにくいので、ダジャレ言っちゃった。とにかくお肉は消化しにくいから入れませんでした。まず最初に野菜を油で炒めて、しばらくして野菜が柔らかくなったらうどんを入れます。うどんがなかなかほぐれないので水を少し入れてほぐしました。全体的にいい感じになったら最後に醤油を入れて味をつけます。醤油の量は自分の好みです。醤油の代わりにソースとかケチャップで味をつけるのもいいです。ですが今回は妹のリクエストで醤油で味をつけました。はい、完成です。妹ちゃんと食べて早く良くなってね。張さん、お便りありがとうございました。またインスタグラムにいろんな料理をアップロードしますので、ぜひ見に来てください。焼きうどんもとても簡単な料理なので、ぜひ作って食べてみてくださいね。続いて2つ目のお便りを紹介します。ペンネームゆじんさんからいただきました。ありがとうございます。ほのか先生、こんにちは。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。私は今日本語をたくさん勉強していますが、いつも教科書の日本語だけ話しますから、時々私の日本語はちょっと変と思います。もっと自然な日本語を話したいです。でもどうやって勉強すればいいかよくわかりません。どうしたら日本人が毎日話しているみたいに自然な日本語を話せますか？先生、いい方法があればぜひ教えてください。お願いします。はい、ゆじんさん、お便りありがとうございます。もっと自然に話したいという悩みよく聞きます。もちろん日本に住んで毎日日本語をずっと聞いている環境で生活するのが一番早いのですが、自然な日本語を話せるようになるためにその方法が一番早いですけど、現実はなかなかそうはいきませんよね。私の生徒さんの中にも今日本語学校に通っている生徒さんがいるんですけど、その生徒さんが学校には行っているけど日本人と話す機会は、意外と少ないし、授業の中で自分が話すチャンスはあまりないし、クラスの友達もみんな外国の人だから、普段はあまり日本語を話すことはないんですと言っていました。日本に住んでいても、難しいのですから、
海外に住んでいる人は、なおさら難しいですよね。そこで今日は周りに日本語を話す人がいなくても自分の家で、自然な日本語を身につけられる私のおすすめの方法を3つシェアしたいと思います。この中には実際に日本語が上手になった私の生徒さんから教えてもらった方法もあります。じゃあまず1つ目はラジオやポッドキャストを聞くことです。教科書の CD ではなくて、日本人と日本人が普通に会話をしている番組を聞くのが、おすすめです。これを聞いていると日本人がどんな風に相槌を打っているか、例えばへーとか確かにとかあーなるほどねとか、そういう相槌とか会話のリズム、リアルなリズムとか会話の仕方を知ることができます。そしてそのリズムを耳を鳴らすのにとってもいい方法です。次2つ目は、YouTube のコメント欄や Google の口コミを読むことです。口コミっていうのはレビューのことですね。その口コミには日本人が普段の生活で使っている、生の言葉がたくさん書かれています。教科書には載ってないような、今のみんな今の日本に住んでいる人が使っているスラングやリアルな表現を知るのにとてもいい場所だと思います。なんていうの、リアルな教科書みたいな感じです。そして3つ目は日本語で独り言を言うことです。独り言。いくらインプットしても自分で使わないと上手にはなりませんよね。なので例えば今日の昼ご飯は何を食べようかなとか、疲れたからちょっと休もうとか、そういう何気ない独り言を自分の部屋の中とかで思ったことを日本語でブツブツ言ってみるといいです。ね、独り言は一人でできるアウトプットですよね。はい。いかがでしょうか。どれも今すぐ家で一人でできることばかりです。ユジンさんもできそうなものから試してみてくださいね。お便りありがとうございました。そしてもっといい方法があったらリスナーの皆さんもぜひYouTube のこの動画のコメントでシェアしていただけたらと思います。この番組では日本語を勉強している皆さんからの、お便りを募集しております。今回のように料理のこととか、自然な日本語の会話のこととか、皆さんの最近あった何気ない出来事などなど、何でも日本語で送ってください。皆さんのメッセージ一つずつ、大切に読んでいます。たくさんメッセージが来ちゃっていて、なかなかこの動画で紹介しきれていないんですけど、本当に大事に読んでおります。メッセージの応募フォームはこの動画の説明欄、このチャンネルの説明欄のリンクから送ってください。皆様からのお便り、メッセージ、楽しみにお待ちしております。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。皆様、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。いいねやハイプ、コメントがいただけるととても元気になれます。そして私とお話ししてみたいよ、日本語をもっと話せるようになりたいよという方がいらっしゃいましたら、日本語レッスンもやっておりますので、動画の説明欄をチェックしてみてください。ではでは、今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆様の一日が素敵なものになりますように。バイバイ、またね。ありがとうございました。